こんにちは、JP です。今回は渡り廊下。前回このアイアン手すりをやってきましたので、今回は渡り廊下をやっていきます。今回の難易度どのくらいですか？今回は高さも強度も考えないといけないので5です。渡り廊下なんですけど、まずこれ柱立てて針2本通して、それに対して根出敷いて、この上に鉄板ですね、敷いていく感じです。ここが落下防止がついて、これ手すりになります。まずね、この柱の長さを出したいんですけど、ここを測ってこういきたい。でもそれだとこの地面がレベル出てないんで、まっすぐが出ない。もしこれがなだらかに倒れてたら、この渡り廊下もなだらかに倒れてしまうので、このレベルを使います。ここの高さをね、向こう側でどの高さに来るか知りたいので、ここに当ててこのレベルのラインを入れます。すると今1170、これを向こう側でこう1170に合わせて、でこの木柱、ここがあのレベルですね。これ地面からのここまでの高さを測ると柱の長さが出ます。1297。じゃあ2297。ここから足の鉄板がつくので、これ 4.5 ミリ分引きます。4.5 ミリ。これカット。板ついと、はい、3180。足今からつないでいくんですけど、つなぐ時のポイントとして、ここ面取ってこの塗料を1センチぐらい剥がすんですけど、今からやっていきます。塗装と面を取ったんですけど、なんでしたかというと、こうやってこうジョイントつなぎ合わせる時にここを溶接するんですけども、その時に変な塗装とか巻き込まないんで、溶接面が綺麗に出るのと溶け込みが深くなるので、こうやって面取って塗装を剥がしてます。一言で言えば溶接面の不純物の除去ですね。これがむちゃくちゃやりやすくて、こう自動遮光なんですよ。もうパッて光った瞬間、こいつが自動でパーンと遮光してくれる。なんと3800円か900円ぐらい。安い。最高。めっちゃやりやすい。持つ方の人はこれかぶらんね。暑いかな。暑い。そんな空気が足り止めするの。え、そうなんですか？そう。足り止めたら足り止めて、合わせる方をうまいやつの方が。あ、そっか。はい、つけて。確かに動かないことがこっちの使命だ。ここ。いいよ。はい。で、止まりました。離します。はい。よし。めっちゃやりやすい。いいなぁ。最高。尺を勝手にしてくれる。めちゃくちゃやりやすい。すごいいい感じに溶接してたんですけど、ワイヤーがなくなりました。
今コウキがワイヤー買いに行ってくれてるんで、ちょっと一人で進めていきたいと思います。ああ、近い近い。ああ、近いな。ああ、さっきの握ったやつ近いな。あ、それステンレス一般金属、はい、それで切断用って書いてない。切断砥石って書いてああ、それや、それいっとこう。よろしく。こういう大きいね、エッチ鋼とかを基準にして柱の位置決めていくと綺麗に仕上がりやすいですね。ここは地道に寸法と柱の位置が決まったので描いて、前回も使いましたけど、これアンカーボルトです。こう穴開けて叩き込むやつですね。さああれ無理やり入れるにはしんどいな、これは。やらんわ。穴大きしよう。よっしゃ、いくぞ。もうちょいやな。せーの。よっしゃー。おお、どう開いた開いた。よっしゃー。これが現場力。できた。2本。おお。慣れてきた。だいぶ早くなりましたね。よいしょ。ここの上にこの針をね、どんどん乗せたいんで、この木を切っていきます。ちょっと遊びないと通れへんのな。これだけもいらんのな。これ切っていきますよ。くり抜くんですね。イエス。いや。もうちょっとこっちをしますね。およ。5ミリぐらい開けるんですか。あ、5ミリやってよ。はい。ちょっと叩くよ。はい。これをあっちゃちゃ。つきましたね。よっしゃ。お疲れ様です。お疲れ様です。で、おし。よっしついゃ。たついた。溶接のトラブル。さっきちょっとこのトーチのあれがくっついてしまった。溶接できなくなるんですかこれ。まっすぐ飛ばんようになるからね。あんなあ。うわ、もうこれ行ってもうた。行ってもうた。おお、なくなった。なくなったやろ。でかいスパッタ。
熱い。重い。せーの、よいしょ。ちょっと待ってよ。変わりない。まあでもこれであ、全然でもちょっと変わんねんな。ください。410。 410。お。 5。 405。 405。おお切れた。見てみこれ。4枚使った。これ切るだけでバッチリ。溶接し終わりましたね。バッチリ、超頑丈じゃないですか。ガンガンの骨組みができました。これでもう歩けますね、そっちまで。めっちゃわら溜まってますね。やばすぎ。うわ、あれ掃除するの大変そうだな。何年分の埃なんですかね、これね。おい、いきなり柵っぽくなってきた。おお、すごいすごい。すごいな。よーし。シャー。はあ。この手すりなんですけど、最初はやっぱり階段の手すりと同様、このフラットバーとこの丸高で行きたかったんですけど、どうしてもねそれだと強度が足りないなっていうことで 25mm のカップパイプなんですけど、これに変更しました。このデザインと強度とか機能っていうのが常にもう表裏一体なんですよね。デザイン求めるとなんか機能とか強度とかが足りなくなるんですよ。機能を求めすぎるとなんかちょっとダサくなるみたいな。これがなんかあんまりぶっとかったらやっぱダサいなと思って、その辺がね面白いところですよね。で鉄はそれがこの細いのが表現しやすいんですよ。細くても強度が出しやすいってことですよね。あ、そうです。細くても強度が出せる。
鉄のこの優秀な部分ですね。うん飛行機足元はないか。あ大丈夫ですとりあえず3、2、1、はい。おー、すげえかっこいい。うわー、すごいね。いいじゃん。うわ、すごい感動。大成功。ありがとうございます。おっと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 難しいんですよね。やべやべ。えい。言うこと聞いてくれ。シャー。はー。